春広夫婦。はい、皆さんここんにちは。んにちは。春春広夫婦で広夫婦ですす。私たちは2人で DIY した車で日本一周を目指す夫婦です。今回の動画では自分たちが購入したこのハイゼットカーゴの車内を紹介したいと思います。動画の内容は、動画の内容は車内の紹介と、あとどうしてハイゼットカーゴを選んだか。最後にこの車の購入金額、改めてお伝えできればと思います。はい、それでは車内紹介の方をしていきたいと思います。私たちは中古でハイゼットカーゴを購入しました。これが正面の顔です。見慣れた顔でございます。じゃあ中の紹介いきたいと思いますので、こちらからどうぞ。こちらどうぞ。運転席ですね。至って運転席という感じなんですけど、なんとここのサイドミラーが手動でございます。で、開けていきまして、スピーカーがついてますね。ボロボロでございます。何も繋がってない。ただの飾りのスピーカーですね。で、特にボロボロの点というのがこちらですね。もう中のね、スポンジが見えてしまっております。ここにね、こうやって携帯とかをセットできたりするので、そこがいいかなって思ってるポイントですね。そして次、ここですね。はい。ペットボトル入らないですね。ここ。缶コーヒー専用のところですね。ペットボトル入りません。なんと。で、これ何ですか？これ何ですかね？ちょっとよくわかんないんですけど。ペン立てじゃないかな。ペン立てですね。で、謎にここにもペン立てがありますね。多分ペン立てじゃないか。これメモ帳入れかな。なので、勉強する方にはとてもおすすめかなと思います。じゃあ乗ってみましょうか。158センチの私が乗って、座高は高めの私が乗って、ドラえもん体型でこんな感じです。この運転席の上側に収納があってね。はい。あるんですけど、ちょっと汚いです。汚いね。はい。汚いエピソードで言うと、前の人の使ってる櫛が置いてあります。運転席周りなんですけど、ETC がついてなかったので、こちらオートバックスさんで付けていただきました。で、一通り、謎の入れ物というか収納部分があって、ガム入れがあって、シガーソケット。こちらちゃんと動作するのが確認済みです。と、タバコ入れ。ここにね、ここが綺麗だったのが唯一の救いだったね。で、あと、ナビがある部分には今は何もついていないので、この後、収納であるとか、携帯立てれるようにここしていきたいなっていうふうに思ってます。ちょっともうガサガサ入ってるんですけど、開けないでよ。ここにも、収納部分があったりとかします。OK。では、後ろの席の紹介をしたいと思います。主に私たちの寝室、生活スペースになる場所ですね。こんな感じで。思ったより広かったかな？そうだね。うん。ちょっと入ってみますね。はい。ここで足伸ばして、このぐらい。で、そこの電気はもう壊れた状態で。これ電気なんか。電気。ほんとだ。カチカチってある。壊れた状態でぶら下がっておりました。で、こちらハイゼットは一応後ろ席もここを起こせば後ろに人が座ることができるんですけど。5人乗りになりますね。5人乗りになるんですけど、自分たちはこれをもう、取っ払ってしまって、後ろのスペース、ちょっとであるんですけど、広げることができたらなと思っております。で、窓なんですけどね、これ、手動タイプです。
こんな感じで開けるので、なんか、手動の方がね、エンジンつけなくても、暑いなと思ったら窓を開けることができるので、ここは手動のものを選びました。ちょっと大変なんですけどね。いい筋トレになるかな、思って。思って。で、ちょっとここも可愛くしてデコっていきたいと思います。で、シートベルトも汚いんですけど。ついてます。そりゃそうか。つって、ははは、つって。こんな感じで車内紹介おしまいです。はい。では私たちがこのハイゼットカーゴ、どうして選んだか、なんでこの車にしたのかっていう理由なんですけれども、まず車種のところで言うと軽バンがいいかなっていうのがありました。で理由としてはあんまり大きい車を運転できないので、小回りが利く、軽の車がいいなっていうのを思ってはいて、でその中でもいろいろ日本一周回ってる人とかがよく乗ってる、よく使われてる乗用車がいいかなというので、この軽バンを選びました。車選びで気にしていたポイントが3つありまして、1つ目が金額、はい、2つ目が、年式、車の年式ですね。で3つ目が車の走行距離、トータルの走行距離ですね、はい、を気にしてました。基準となる、その3つのポイントなんですけど、価格の予算が、40万円でした。私たちの予算が40万円でした。で、年式が、10年以下で探していました。で、走行距離の部分も、だいたい10万キロ前後。多くても12万キロかなっていうところで、車選びをしておりました。はい。で、この車のまず一つ目、価格の部分ですが、なんと、21万円。21万円。21万円。はい。です。21万円でした。今言ったように予算が40万円のところがおよそ半額の金額になりました。だからもう選んだ理由が3つって言ったんですけど、はい。8割ぐらいがその9割だね。9割が金額の部分。なぜかっていうと、年式10年未満って言ったんですけど、あんまり理由はありませんでした。はい。だいたい10年かなっていうところで、はい、10年未満を探してて、何の根拠もありません。結果2015年産ということで、3とは言わない。製じゃない？2015年製で、だいたい8年ぐらい経っている車で、で走行距離が14万キロでした。超えてますね。超えてますね。で、結局14万キロ超えてたっていうことに、買ってから気づきました。はい。なのでほぼ価格しか見てませんでした。価格しか見ていませんでした。はい。で、一応4駆で走ることができたりとか、そういうところもあるんですけど、あんまり気にせず価格が安いなというところで決まりましたね。はい。で、確かに値段に見合ったボロさというか、ガタが来ている部分とかは、言うとね、はあるんですけれども、この日本一周、1年、長ければ1年ちょっとぐらいいけるかなというところで、その期間持ってくれたらいいっていう部分も込めてね。なので、ボロい部分とかね、今後自分たちで DIY しながら気に入れるような形にしていけるだなと思っています。で今回は車の車内紹介と購入理由、購入金額などをお伝えさせていただきました。で次回からはこの車を自分たち好みに DIY して私たち2人のリアルな様子をお届けできたらなと思っておりますので、応援してくださる方がいらっしゃればぜひチャンネル登録とグッドボタンとコメント、応援コメントぜひぜひお待ちしてますのでよろしくお願いします。はい。それでは次の動画でまたお会いしましょう。
バイバーイ。